ローレライタスシャイアン有志大型イベントが公開されました。そして魔性の女ローレライがやってきます。ローレライは熱伝導パッシブを持つ新非サポートです。熱伝導を蓄積し強化することで全体的な被ダメージを大きく引き上げられます。味方に被ダメージ3回無効バフを付与できるため高ダメージが飛んでくる再起回廊で有用です。凸の場合は低凸でサポート能力が強化され高凸で自身の火力が上がる典型的なサポーター構造です。凸選択の参考になる要素はいくつかあります。まずよく知られている2凸の場合強化された熱伝導バフを火以外の人形にも適用できるのが特徴です。そしてパッシブの追加スキルが追加行動に変わりルイスの兵隊をさらにトリガーできる点もあります。このために凸ローレライは汎用サポートとしてよく使われます。編成で1枠が微妙な時とりあえず入れておきやすいです。そのため実装初期にはおすすめの凸でしたがとりあえず入れておけば強い OTS14 が実装された後はローレライの枠まではなかなか回ってこない傾向です。そのため2凸ローレライは強いものの必須級ではありません。各属性編成が完成するまでの間はしばらく傭兵として使いやすくコンボソップを含めた氷編成を組むなら必要になる程度です。火だけで使う予定なら無凸または熱伝導をより早く貯められる1凸で十分です。武器にも攻撃力増加にバフがあり非常に優秀な武器ですが火ではベクター2凸にも同じ効果があるため必須ではありません。攻撃力増加2がない編成では必要になりますが代表的なのはソップ氷編成です。したがって状況に応じて0、2凸を選べば良さそうですね。おきびの怪人火ダメージプラス 30%、 永続的に会心ダメージプラス 5%、 与えダメージプラス 15%、 火ダメージマイナス 15%、 無の灼熱ダメージを受けた時に無効化1ターン最大3回熱伝導パッシブを強化し与えダメージ増加火ダメージ減少を追加します。そして自身の召喚物がいる場合デバフと範囲ダメージを与えられます。さらに味方が受けるダメージを1ターンに3回無効化できます。実質的な一時無敵なので再起回廊のような挑戦コンテンツで強力です。スキル1は 120% ダメージを与える普通の単体スキルです。熱伝導バフが最大まで溜まっていればダメージが上昇します。スキルには 120% の範囲ダメージで基本的には敵にダメージを分配して与えます。熱伝導バフが最大ならダメージを分配せず非属性マスも生成します。まず降参しちゃダメ。追跡者召喚時に新た炎プラス8、味方に灼熱潮石を3ターン付与。行動終了時にリンカパルスを使用。5マス以内の敵が受ける火ダメージプラス 15%。 リンカパルス 40% 範囲火ダメージ。味方のデバフを1つ浄化。耐性プラス2、新た炎プラス3。強制超舞致命的なダメージを受けても生存。この効果を持つユニットが倒れると一緒に倒れる。1ターン持続。範囲ダメージを与え非属性マスを生成し召喚物を設置します。1ターンの間味方1人の死亡を防ぐ効果も付与します。召喚物は弱い範囲ダメージを与える一方デバフ浄化や熱伝導チャージなど様々なユーティリティを提供します。セットは低凸なら汎用のダメ押し、近接強行、貫突なら燃焼。オプションは一般的な攻撃力、会心ダメージです。キーは熱伝導チャージ用の2、01、
ヒシナジーのある2、03および4、01、バフ上歌謡の4、03もあります。ドルフロイチでは DSR50 として登場していました。かなり初期に実装された人形でしたね。ゲーム的には一撃が強力な、いわゆる竹槍系の人形でした。装甲持ちの敵には特に強かったのですが、あまり使われませんでした。ストーリーでは新装映写イベントで少しだけ登場していました。ミステリアスな実力者で巨大ダイナーゲートを狙撃する場面がありましたね。スキンストーリーでは設立記念イベントにおいてダイヤモンドとそれを盗もうとする泥棒をめぐる物語の中心にいました。事件の真相を把握した後は適度に力を使っただけでしたが、ミステリアスで魅力的な姿が印象的でしたね。このスキン姿が今作ではデフォルトになっているのが特徴です。本当に人気の高いスキンでした。ローレライは韓国コミュニティを破壊したことでも有名ですが、聞くところによると今回 EN サーバーのスキン PV も削除されたようですね。やはり魔性の女